結構がっつりめに引きこもりではありました。一番の違いはもう本当にスマホがあるかないかっていう部分かな。確実に僕の時代よりは立ち直りづらくなってるし、深刻化しやすい土壌があると思いますね。今後どうするのって親から言ってもそんなこと考えてるわっていう本人からしたら明確な方針はあるんですけど、それを保護者がここまでだったら納得できるっていう形にきちんと落とし込むのが大事って形ですね。皆さんこんにちは。一般社団法人未来自立支援機構代表理事杉浦貴信です。杉浦さん、今日はどんなことを話してくれるんでしょうか。はい、今日はですね、私の下で10年以上ですね、引きこもりや不登校の支援をしているですね、支援員の大倉をですね紹介させていただきたいと思います。大倉さんはどんな方なんでしょうか。大倉自身はですね、彼自身もですね引きこもりの経験者であり、私の下でですね不登校引きこもりの支援をしておりまして、今まで500回以上ですね訪問実績のあるベテランの相談員でございます。では今日はですね大倉にですね自分自身の体験談とともにですねJADAでどういうような引きこもりの支援をしているのか、あるいは訪問の本当の詳細をですね聞いていただければ幸いです。こんにちは。こんにちは。大倉さん、早速ですが簡単な自己紹介をお願いします。一般社団法人、未来自立支援機構で、相談員をしております、大倉誠也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大倉さんは普段どんなことを今されているんでしょうか。はい、相談員としては今困ってらっしゃる方に対して最初に無料で相談というのを30分やらせていただく担当もやらせていただいてますし、そこからさらに情報をですねいただいて、それを分析して今までの杉浦の経験値とか実際に僕の経験、今まで実際相談員を大学からも合わせるともう13年やってるんですけど、その経験値の中からもっとこうした方がいいよっていうことを資料に落とし込んで作成して、それを保護者様に共有したりとか、そういったことを具体的に相談事業の担当をやらせていただいてます。はい、杉浦さんからもともと不登校だったということもお聞きしたんですけど、はい、その時はどんな感じだったんですか。そうですね、不登校というか結構がっつりめに引きこもりではありました。はい、高校の夏休み前ぐらいから行かなくなって、そこからもう本当に留年するしないみたいなところを言われるがままにいろいろやったりとかしてたら、なんとか卒業させてもらって、そこからさらにまた1年ぐらい引きこもってたという形ですね。なんでそこから支援する方に回ったんでしょうか。支援する方に回ると思ってなかったんですけど、最初は次に自分を一歩進めるために選んだのが教育学部っていうたまたまがあって、その中でたまたま杉浦との出会いがあってっていうので、結構偶発的な出会いとか運とかもあったりとか、はい、その中で自分の経験値を生かせる、自分の自信のためにやり始めたっていうのは少しありますね。はい、今は JADA に入って、はい、支援をしていると思うんですけど、はい、当時と今って比べると何が違いますか。一番の違いはもう本当にスマホがあるかないかっていう部分かなっていうのが一番大きいと思いますね。スマホがあると何が違うんですか。僕が引きこもってた当初は、最初は本当に元気なくてただ寝てるだけとかもあったんですけど、やっぱり時間を潰すものを求めるものなんですよね人間って。でその中でそれがゲームとかではなくて、コンビニに行ってなんか美味しいちょっとお菓子買うとか DVD を借りに行くとか、そういう方法でしか時間を潰せなかった時代なので、携帯もあったんですけど、動画とかはまだちゃんと見れる時代じゃなかったですね。なので携帯小説とかめっちゃ読みました。漫画とかはめっちゃ読みました。当時はそうやって、時間を潰してて、今そのスマホがあることによって何が違うんですか。そうですね、本当の意味で家の中で完結しちゃうっていうのが多分大きく違うと思いますね。僕の時はなんだかんだ親の目を盗んで外にちょっと出たりとかで、そこで他人というか本当に知らない人とレジを通してでもそうですし、ギリギリ社会とつながってるみたいなところがやらざるを得なかったっていうのはかなり違うかなと思います。今じゃあそのスマホがあることによって自分の世界がもう完結してしまってるから、不登校や引きこもりってこの時代今ってやっぱり立ち直りづらくなってるんですか。それはもう確実に、僕の時代よりは立ち直りづらくなってるし、深刻化しやすい土壌があると思いますね。スマホだけでもなくて、AI が出てきたりとか、その技術的な発展によって人が外に出なくてもできることっていうのが非常に増えてるっていう部分で、
今までであれば強制的に社会と関わらないといけない機会っていうのが減ってるっていう形ですね。他者を見る機会がないというか、自分を比較対象するものを見る機会が少なくなるので深刻化しやすいですね。出ないんだったらお風呂も入らなくていいじゃん、髪も切らなくていいじゃんってこうどんどん深刻化しやすくなるっていう形ですね。今振り返ってはい、当時大倉さんが引きこもってる時にスマホがあったらどうだったと思いますか？いやまあそんなすんなりはいかないというか、もっとさらに時間かかってた可能性は大いにあるし、実際時間を潰せちゃうものが常に手元にある状態なので、自分のことをちゃんとこの先どうしようとか考える時間もなかったかなっていうのはちょっと思いますね。実際に自分の子供が不登校引きこもりになってしまった親の方たちから相談を受けることってあるんですか？はい、あります。その中で例えばやらないといけない優先順位だったりとか、逆にやってはいけないことが何かだったりとか、例えば親から言っても仕方ないことって何個かあるんですけど、まず今後どうするのって親から言ってもなかなか通らないんですよね、状況として。そんなこと考えてるわっていう本人からしたら、これは僕もそう思ってたんですけど、むしろ他人に言われるべきというか、全く知らない他人だったり、それをこう自然と気づく環境に身を置くっていうことが大事かなって思いますね。それはアルバイトとかもその一つだとは思うんですけど、時代によっていろんな支援の仕方とか変わると思うんですけど、はい、現在の大倉さんの支援の仕方ってどういう方法をとってるんですか？とにかく家庭ごとに状況が違うんですよね。本当にその本人が立ち直るためのリソースも違うし、保護者の考え方も違うし、不登校に至った経緯も違うので、まずそこに合った答えっていうのを出すためにはちゃんと聞き取りというか、周りの環境、本人の性格、経緯っていうのをこうきちんと聞き取るっていうのがまず一番最初の仕事かなっていうふうに思いますね。でそれを聞き取った中で、自分の引きこもりとか不登校の経験から親がこうした方がいいとかやらない方がいいことっていうのが分かるので、そこに当てはまるところをここはこういうふうに具体的に変えましょうっていう提案をするっていうのが仕事になりますかね。なんか具体的に言うと、例えばなんですけど、僕が引きこもってた時多分、これ親とも僕話したことあるんですけど、意図的に結構家にいなかったらしいんですよ、わざと。それは降りてどっか行きやすいようにっていうのがやっぱりあったりとか、これは実際に杉浦と相談業務をやる中でそういうとこも意識してやりなさいねっていう指導も受けましたし、じゃあそのために間取りを変えようって提案したりとか、玄関の出口を工夫しましょうとか、この物理的にできることとかも結構あったりするんですよね。なのでそういうふうな具体的なアイデアもしたりとかします。今外に出やすくするような物理的な間取りを変えたりとかっていうのすごい分かったんですけど、そういうのって大倉さんのやっぱり経験も生きてるんでしょうか？はい、そうですね。実際に引きこもってると暇なんですよねとにかく暇なんですよ。とか自分のことを考えたくない時間が多いので、何か他に没頭できるものを探したりとかするんですけど、それをこうどこまでやらせていいのかとか、その状態だったら本人はまだそれに頼ってる状態なので完全に禁止するのはまずいですよとか、その微妙な時期によっての本人の考えとかにアドバイスできたりとかするので、ご相談としてはよく本当にどこまで本人にゲームを許したらいいんでしょうとか、スマホの動画を許したらいいんでしょうとか、お金はどうしたらいいでしょうとか、そういう具体的な対応についてのアドバイスをその本人の状況を聞いてちゃんとアドバイスできるっていうので、すごく生きてるかな自分の経験はっていうふうに思いますね。大倉さん13年間相談員をやってきて、はい、これは困ったなとかってエピソードって何かあったりしますか？いやもうちょっと一個に絞れないぐらいあるんですけど、やっぱりそのお父様とお母様が同じ方向を向いてないけどなんとかしたいっていう思いが両方強かったりとかすると、子供が間に板挟みになったりとかするので、そういうケースは非常に大変なことが多いですね。そういう時はどういうふうに支援することができるんですか？まず考え方を合わせるっていうのが、どこまでのラインが可能かとかを聞き取りによってきちんと整理してですね、同じ方向ここは一緒に向けるよねっていうところをちゃんと一緒にお話をしたりとかですね、お父様お母様両方と僕がいるところで話すことで共通認識ができるんで、それを持ってもらうっていうことがまず第一歩になりますけど、その一筋縄じゃいかないのでそういう面ですごく大変ですね。違う方向って何なのって話なんですけど、例えばゲーム携帯の取り扱いに関しても制限した方がいいっていう考え方が
いやそんなこと言っても意味ないでしょっていう考え方かとかですね、両極端でぶつかっちゃってる場合があったりとかするので、その他にも本当に細かいところですよね。ご飯を一緒に食べる食べないとか、声かけをするしない、要は関わる回数とか、どっちがメインで関わるのとかですね、そういう部分に関して意見が合わないっていう場合は結構大変ですかね。けどそこを合わせるのも仕事だとは思ってますね。はい、ジャダとしては答えを持ってるんですか？明確な方針はあるんですけど、それを保護者がここまでだったら納得できるっていう形にきちんと落とし込むのが大事って形ですね。正解は一つじゃないんで、本当ちょっと大げさな例ですけど、20時間ゲームをしてる子に対してじゃあもっとしていいよっていうのはちょっと違うじゃないですか。けど1日のうち3時間ゲームをしている子、しかも時間もある程度自分で考えてるっていう子に対してゲームを全くやるなっていうのは違うとかですね、その自分の日々の生活を安定させるためにやってる場合もあるんですよ。簡単に言うとですね、そこの判断が保護者だと難しいっていうのはあると思います。客観的に線引きをしてあげるっていうのが相談員の仕事としてやってることですね、今一番。実際不登校とか引きこもりに子供がなってしまったら、親とすればどういう対応すればいいと思いますか？そうですね、まずお子様のことなので、まず冷静にとにかく考えれないと思いますし、皆さん私の家不登校だよみたいなので情報交換をめちゃめちゃするわけではないので、こういう時にこうしたらいいみたいな一般論みたいなのからしてわからないと思うんですね、保護者の方が。なのでまず詳しい人にまず相談するっていうのがやっぱり一番解決策の一つとしては挙げられると思います。いろんな事例を知ってて、とかですね、実際にそういう不登校とか引きこもりの子の対応をしてる機関ですね、お近くにない場合ももちろんあるんですけど、そういう場合はオンラインでJADAの方もやらせていただいてるんですけど、オンラインで相談するっていうこともできるところにきちんと相談をするっていうのは一つ方法かなと思います。最後ですが、大倉さんの抱負を教えてください。たくさんの不登校とか引きこもりで悩む保護者の方がいらっしゃるんですけど、僕が全てに対して相談を乗るっていうのはできないので、けど実際に感謝のお言葉をいただいたりとかしたらもっと力になれるっていう部分があるんですけど、どうしても僕一人の力だと難しいので、実際に一緒に相談をしてくれる仲間を作ったりとかですね、きちんと教材じゃないですけど、例えば杉浦の YouTube とかもそうだと思うんですけど、この動画を見て解決のヒントにできるっていうものを一つでも世の中に残していけたらなっていうのは思ってます。はい、大倉さん、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。